こんにちは。今日です。今日は SSD やハードディスクの健康状態を表示する情報表示ディスプレイ付きの 2.5 インチドライブ外付けケースのテストレビューをします。透明なケースが特徴的ですね。そしてなんといってもこのディスプレイ表示。こんにちは、猫だにゃ。いろいろ情報が出てるけど意味があるのか気になるにゃ。なので表示内容はもちろん USB 外付けケースとしての性能もチェックします。今回はこのような内容で進行していきます。ちゃんと使えるのか気になるにゃ。早速行こうにゃ。この製品はアリエクスプレスで見つけて前々から気になっていました。ただ怪しさもあるので様子見でしたが、人柱がてら購入してみました。とっても遅かったりしないか心配だにゃ。おそらくここに USB 3.2 5GBps とあるので USB 3.2 Gen 1接続だと思います。USB 3.2 Gen 1の最大速度は 5GBps です。今回はその上の USB 3.2 Gen 2ケースとの速度比較も行います。こちらは最大 10GBps です。内蔵する SSD 自体の速度はどのくらいなのかにゃ。シリアル ATS3 の速度は 6GBps なので Gen 1より早く Gen 2よりは遅い感じです。購入価格は格安の755円でした。安すぎにゃ。ディスプレイがついてその値段は逆に心配にゃ。でしょ？気になりすぎたので少し調べることにしました。まずこのショールーというメーカーは日本では知名度がほとんどありませんが、エンクロージャー外付けケースではそこそこ製品もあり、日本でも秋葉系のお店では取り扱うこともあるメーカーみたいです。それでもいろんな意味で信頼性はまだないのにゃ。何があっても完全に自己責任的商品だにゃ。そうだね。今のところは問題がないメーカーとしか言えないかもね。商品は手元にあるので開封していくよ。アリエクで来たので箱は綺麗とは言えない状況。このラベルも綺麗に剥がせないタイプ。海外発送の箱は諦めるのにゃ。中身はちゃんとインナーブリスターに入っているので大丈夫そう。付属品はパラパラ入ってる。内容物は今映っているもので全て。端子は USB Type-C、 規格はおそらく USB 3.2 Gen 1。透明のボディにはしっかりと傷防止フィルムがついていて、そのあたりはしっかりとしています。基板もがっつり見えていてかっこいいのにゃ。反対側のこの面がディスプレイ。素材はおそらくポリスチレン。透明 CD ケースと同じだと思います。値段相応の素材です。高級な感じはしないのにゃ。付属品の USB-E2、USB-C ケーブル。スペーサー用の発泡ウレタン。隙間が大きい時に使うのだと思います。取扱説明書はすべて英語。この手のものに慣れてる方なら読まなくてもわかりそうにゃ。翻訳アプリかなんかでもわかります。では SSD を組み込んでいきます。まずはフィルムを剥がします。傷もなくて綺麗な表面でした。そんなに悪い感じはありません。ダメな製品だと表面が細かい傷でいっぱいにゃ。メーカーロゴがうっすらと読めます。ケースの開閉はスムーズにできます。ただ透明なので感防部が見にくい。変な歪みなどもなく、成形精度は9大点。問題点はないのかにゃ。それがありました。まずは SSD を組み込む様子をご覧ください。ケースの端子に SSD の端子をスライドさせて組み込む形でセットします。一見ちゃんとセットできています。なので蓋を閉めます。ですが、なんか閉まらない。よーく見ると SSD のお尻がしっかりとはまっていません。ああ、なんか浮いてるにゃ。強引に押し込みました。これで一応入ります。蓋もすることができました。ただ無理やり入れているのでケースが少し湾曲しているようです。変な隙間ができています。少し気になるにゃ。そして無理やり入れたので取り出すのも少し手間です。手で力を込めると
端子ごと持っていきそうだったので、ドライバーで慎重に外しました。慎重に見えないのにゃ。なんでこんなにタイトな設計にしたのでしょうね。無事、外すことができました。キオクシアの SSD でも同じような感じです。インテルの SSD よりかは入りやすいかな。でもきついことは変わらないのにゃ。若干隙間は小さいかな。こっちは手で外せました。端子に負荷がかかるので、頻繁に取り外しはしない方が良さそうですね。やはりケースに比べて SSD の方が大きいのが影響しています。あとちょっと大きくケースを作ってくれるとよかったのにゃ。後から気づいたのですが、少しケースの内側上部に擦り傷があります。おそらくこれは成形時にパーツを金型から脱形する際に擦れてついたものと思われます。では PC につないでディスプレイの確認をします。なお PC のポートは USB 3.2 Gen 2x2 です。USB ケーブルをつなぐとディスプレイにも通電して情報が表示されます。いろいろ状態が表示されてるのにゃ。これは何が表示されてるのにゃ。上部には現在の USB モード、つまり 5GBps か 480Mbps どちらで接続しているか。現在は 3.1 アイコンですが、USB2.0 接続の場合は 2.0 アイコンが表示されます。試しに USB2.0 ケーブルを使用して接続すると、このような表示になります。わかりやすいにゃ。モバイルバッテリーに接続しても、ディスクの状態は表示されます。PC を介さず直接ディスクのステータスを読んでいるようです。その場合接続アイコンはブレークとなっています。その他のデータは何なのにゃ。クリスタルディスクインフォのデータと見比べると数値が一致しているので、ディスクのスマート情報を直接読み取って表示する仕組みのようです。一番左にはディスクの総使用時間を表示。この SSD は 23,834 時間も通電してるのにゃ。約1000日とにゃ。真ん中は現在の温度だけど、この SSD には温度情報がないみたい。後でテストするキオクシアの SSD だと温度表示もされていました。一番右は健康状態をパーセント表示。クリスタルディスクインフォと 1% 違うけど、健康状態の目安を簡易的に示したものなので、それぞれの計算で多少誤差が出るのかも。表示されるデータ自体はスマート情報で信用できるものだったのにゃ。このキオクシアの SSD は何かにゃ。今回新しく買ったまっさらな未使用 SSD です。後で書き込み速度の検証もするので、状態の良い SSD でテストするため購入しました。こちらも同じように PC に接続してみます。すぐに情報が表示されます。こちらは温度もちゃんと出ていますね。新しいから健康状態も 100% でバッチリにゃ。ちゃんと使用時間と温度もクリスタルディスクインフォのデータと同じですね。なお、ディスプレイの更新頻度ですが、リアルタイムで更新されてるみたいです。温度表示が PC モニターと同じタイミングで変わったにゃ。ディスプレイ情報は問題ないことが分かりましたので、次は書き込み速度の検証を行います。キオクシアの 480GB SSD はテスト前に NTFS で完全フォーマットしています。この状態でテストを行います。不良セクターもなく良好です。新しいドライブは気持ちいいのにゃ。マザーボードに直接シリアル ATA 接続した状態のディスクスピードはこんな具合です。メーカーの交渉値がこのくらいなので、ほぼスペック通りです。ちなみに各規格の最大転送速度はこのようになっています。シリアル ATA3 は 750MB 秒だから、規格による速度低下はなさそうだにゃ。今回購入したショールーは USB 3.2 Gen 1なので、理論上は問題ないはずです。その他、比較のため U グリーン製の USB 3.2 Gen 2ケースも用意したので、こちらも計測します。
ユーグリーンのベンチマークですが、USB 3.2 Gen 2なので、ほぼ速度低下はありません。でも、ランダムアクセスが若干遅くなってるのにゃ。そうですね。ランダムアクセス性能では、シリアル ATA3 の方が優れている傾向があります。続いて今回の主役ショールーのベンチマークです。左側ね。あれ、ユーグリーンに比べて速度が落ちてるのにゃ。USB 3.2 Gen 1は 625MB 秒のはずだにゃ。この前作ったこの動画では玄人志向の Gen 1ケースでテストしたけど、USB 3.2 Gen 1ケースの速度は 450MB 秒あたりが限界っぽいです。じゃあ結構速度の差って出るのかにゃ。まあ、これはあくまでも瞬間最大風速の計測みたいなものだから、実用的な数値とは違うかも。なので、実際にファイルをコピーして、時間を計測してみます。約 100GB の動画ファイルを用意したので、コピー時間を計測します。赤枠で拡大した速度を見てみると、さすがに Gen 2の方が 40MB 秒ほど速い速度が出ています。やっぱり Gen 1の方は時間がかかりそうだにゃ。ところが、最初の数秒間は SSD のキャッシュが効いているので、速度限界でコピーできるのですが、キャッシュが切れると速度が低下します。キャッシュが弱い安価な SSD では結局、Gen 1と Gen 2で大差ない速度になってしまいます。ああ、もう両方とも 100MB 秒くらいで同じ速度になったのにゃ。気持ち Gen 2が少し速い程度ですね。あとはずっと速度が落ちたまま、コピーが続きます。時間がかかるので早送りでお送りいたします。実際もこのくらいのスピードだったら嬉しいのにゃ。Gen 2の方は14分58秒で終了です。Gen 1は15分43秒だったので、その差は 100GB のコピーで45秒でした。もっとたくさんのファイルだったら、ちりつもでもっと差がつくかもにゃ。最大温度もどちらも44度 C くらいで、大差なかったです。シリアル ATA の SSD だったら、プラケースでも、そんなに温度の心配はしなくても良いと思います。これはユーグリーン製を開始10分後くらいに、温度計測した時です。温度が一番高い部分は、SSD 部というより、基板の部分あたり、ひっくり返して裏面も計測。一番温度が高い部分は44度 C くらいだったにゃ。コピー終了後すぐにケースを開けて、直に SSD を計測。温度は40度 C 以下に収まっていました。同様にショールーも10分後に計測。ただ、筐体が透明なので、正確に温度を測れていない可能性があります。こっちも基板部が一番高くて、38度 C 前後だったのにゃ。途中でケース開けちゃうと、こもった熱が逃げるので、コピー終了後にケースを開け、すぐに測定、39度 C 以下に収まっているようです。ユーグリーンより1度 C くらい低い結果だにゃ。どちらも、内部温度同様に、あまり気にしなくても良いレベルですね。では最後に、良い点と悪い点をまとめます。まずはグッドポイントから、1、ディスプレイですぐに状態がわかる。この製品の最大の特徴。ディスプレイが、なんといっても見た目に面白いです。ガジェット感があって良い感じな。2、安価だけど基本性能に問題はない。今回テストした結果内では、外付けケースとしての性能に、問題はありませんでした。このメーカー他にもたくさんケース出してるので、ノウハウはあるのかもにゃ。3、ケースが透明で中身が分かって管理しやすい。たくさんドライブを持っていると、どれがどれだかわからなくなるけど、何のドライブか一目瞭然なので、わかりやすいです。中に付箋でメモしても、剥がれないので便利な。4、ケーブルもついてくるのですぐ使える。別途ケーブルを買う必要がないので、持ってない人は良いかも。でも、ケーブルってごちゃごちゃ、たくさん持ってるにゃ。続いてはバッドポイント。1、メーカー信頼度の点で一抹の不安がある。それなりに実績はありそうですが、日本では情報がほとんどなく、ギャンブル性の高い選択だと思います。バックドアなどのリスクはゼロではないのにゃ。2、
常時光っているので鬱陶しいかも。デスク周りの LED とか少しでも眩しかったりするので、場合によっては気になるかもです。オフスイッチがあるとよかったかな。製品コンセプトを否定したのにゃ。3、必要な時にディスクインフォで確認すればよい。そもそも論として、クリスタルディスクインフォ立ち上げておいて、必要な時に見れば済む。このギミックに魅力を感じなければ、ディスプレイの必要性は低いかも。それでもロマンがあるので良いのにゃ。4、ケースがきつめで SSD を脱着しにくい。動画内でも実演したけど、SSD を押し込んで入れる形になりました。外す際もマイナスドライバーなどで持ち上げる必要がありました。この点は非常に惜しいのにゃ。金型を修正すればすぐ治りそうな問題なのにゃ。今回は情報ディスプレイ付きの 2.5 インチドライブ外付けケースをテスト&レビューしました。短期使用のテストでは問題はなく、普通に使えるケースでした。ただ、長時間使用した際の状態についてはまだわかりません。特に記録メディア関連のトラブルはデータの損失という重大な問題になるので、安心安全第一で商品を選びたいのが本音です。遊びとして買うには安くて面白いのでありだにゃ。保証の点からも日本国内に拠点があるメーカーの製品をおすすめします。とは言ってもガジェットとしては魅力的なので、リスクを承知の上で使用するのはありだと思います。お茶を濁したような締め方だにゃ。結論としては、ちょっと様子を見ないとわからないので、適当な SSD で使用してみようと思います。大事なデータの SSD は U グリーンで使います。それが良いにゃ。ということで、今回の動画はここまでです。もしこの動画が良いと思ったら、チャンネル登録や高評価ボタンで応援してくれると嬉しいです。では、また見に来てくれると嬉しいぴょん。見に来るのにゃ。